今回の動画ではサイドストーリー、吹雪すギークと同時に実装されるオペレーター。ドクター、用事があるのは私？それとも、エイヤに何か頼み事をしてほしいの？実施オペレーター、イエラの紹介及び解説を行っていきます。ドクター？今回は内密に抜け出したエイヤの付き添いで来たの。エンシアとカランド貿易の人たちには内緒にね。じゃないとあの子が困っちゃうから。イエラはカランド山を聖山とするカランド宗教の実質的なトップである巫女のお世話役、つまりプラマニクスの次女長であり、現在はプラマニクスがロドスに訪れるための手はずを多く担当しているほか、自身も聖女の代表としてロドスにはオペレーターとして登録をしています。基本的にはプラマニクスの補佐をする立場ではあるのですが、個人的にもロドスのオペレーターという立場と生活を楽しんでいるようで、たびたびカランド宗教の総本山ともいえる満主院の他の面々たちには内密でロドスを訪れているようです。また、イエラはプラマニクスと比べると比較的自由な時間も多いようで、ロドスとプラマニクスの橋渡し役ということもあり、単独でロドスを訪れていることもある様子。そして、聖女を代表する人物ではありますが、そういった感覚をオペレーターたちには与えさせない雰囲気を持っているので、オペレーターたちはイエラからイエラグの話をよく聞いているとのこと。何でもイエラの話すイエラグの話は、カランド貿易が出している旅行マニュアルよりも詳しいのだとか。そして、イエラは巫女の次女長ではあるものの、見た目はかなり若く、プラマニクスともほぼ変わらないと言える容姿をしていますが、一方で、考えに関してはかなり古めかしいものを持っているようで、外見の年齢と精神的な年齢が大きく乖離しているという特徴があります。とはいえ、その古めかしい考えは相手に反感を買わせるようなものというわけではなく、言ってしまえば、現代の考え方とは見方が異なっているというような古めかしさのようです。そして、次女長をしているからか、他人の身の回りの世話を自然的な流れでしていることが多く、イエラと任務を遂行したオペレーターはまるで家の目上の人、要は両親と仕事をしているような感覚に陥るとのこと。実際セリフの節々には、母親のような、学校の引率の先生のような、そんな雰囲気がところどころで感じられます。このように、現在ではロドスに完全に馴染んでしまっているイエラとプラマニクスではありますが、イエラがロドスへの加入申請をした際は、ロドスに大きな迷いを生み出してしまいました。一つは、プラマニクスは名義上のイエラグの指導者であるということ。ロドスはいかなる政治実態との直接的な連絡は取らないという立場を一貫しており、イエラがロドスに加入するということは、直接的にカランド宗教との関係を持ってしまうということになります。そしてもう一つの問題は、主にシルバーアッシュとプラマニクスの関係で、この二人はご存知の通り、現在は非常に険悪なムードが漂ってしまっているという状態であり、プラマニクスがロドスのオペレーターになるということはわずかな不注意で、ロドスがプラマニクスとシルバーアッシュのゲームの駒になってしまうという危険をはらんでいます。しかし、結局のところ、ロドスはイエラのロドスへの加入を認めました。一つはカランド宗教に対してではなく、プラマニクスへの直接的な連絡手段を持つために、もう一つの懸念については、あくまでも彼ら兄弟は一オペレーターに過ぎず、ロドスのルールを守ることを徹底させるという形で、イエラの加入を認めました。そして、最大の採用理由はイエラの強い意志でしょう。彼女はプラマニクスやシルバーアッシュ、果てはイエラグのことをまるで我が子のように愛しながらも、常に傍観者という立場を取り続け、彼らが結果を出すまでは見届けるつもりでいるようでした。しかし、常にプラマニクスのそばに寄り添い、彼女の怒りや迷い、悲しみを見続けるうちに考えが変わっていき、現在では最後の最後でどうしようもなくなった時は、きっとプラマニクスを助けてしまうだろうとのこと。しかし、それでは未来の結果は望まれるべきものではなくなってしまうので、イエラは主にシルバーアッシュ兄弟という大きなイエラグの転換点のことについてドクターに助力を求めてロドスに加入したという形となっています。そんなイエラグ全体を思うという壮大な考えを持つイエラは果たして一体何者なのか。劇中では明言はされていないものの、おそらくはイエラグ宗教が信仰している存在、イエラガンド本人かイエラガンドの写しみでしょう。
というのも彼女自身、イエラグのあらゆることを知り尽くしており、イエラグがまだイエラグではなかった頃の雪山のことすらも知り、果ては超能力としか言いようがない様々な行動や事象を発生させることができます。例えば、彼女はイエラグ境内であればどこだろうと高速移動、もしくは瞬間移動することができ、瞬間移動できる場所は屋内と屋外問うことはありません。一方で、イエラグの外では瞬間移動することができないようで、これまでイエラグの外に出歩いたことはなかったようです。また、不死の種族がいる世界とはいえ、長期間同人物が同じ場所で生活をしていると怪しまれそうなものですが、イエラは精神的なアンチ能力を所持しており、これにより他人に怪しまれることはないようにしているとのこと。この他にも、一瞬でイエラグの天候を変えていると思わしき行動をしているなどもあり、イエラグで天才が少ないのはイエラガンドによるものなのかもしれません。そして極めつけは、ニエンがイエラのことを同類と思っているということであり、ケルシー自身もイエラのことをそういった頂上の存在であると認識しています。なお、イエラ自身は主にイエラグの大衆に対しては、自身がそういった類の人物であることを隠してはいますが、プラマニクスやロトスに対しては隠す素振りを見せているどころか、かなりオープンに説明しています。自分の存在が何なのかという点を、現在の彼女はあまり重要視していないので、自分が何者なのかを事細かに伝えはしていませんが、いずれにせよ、イエラはそういった存在の中では、ケルシー曰く、最も付き合いが良い一人だろうとのこと。実際、イエラはイエラグの将来を憂い、人々の繁栄と安寧を願い、イエラグが今のような形になってしまったのは、自分に原因があるのではないかとまで思ってしまうほどに、心優しい人物なので、テラの世界ではかなり珍しい、民に寄り添う心を持った指導者であるとも言えます。イエラのモチーフとなっている生物についてですが、あまりにもイラストなどから得られる資料が少なく、紹介できるほどの自信がないので、イエラについては申し訳ありませんが省略させていただきます。個人的な推測では、身長ガルーダや守護神カルラ、チベット民の守護神が住まう山、カワガルボの要素があるのではないかと考えていますが、いまいち決定打に欠けるので保留で、イエラは何かをモチーフにしているというよりかは、テラの世界の神であるイエラガンドそのものと考えた方がいいかもしれません。私の正体は、ロドスの皆にとって秘密でもなくなってきたようだし、それじゃあ、皆と少し踏み入った話をしてもいいわよね。いけない？イエラは貨車と同じ早期術師タイプのオペレーターで、ドローンを操り相手に寒冷と凍結状態を付与することを得意としています。ブロック数や配置コストなどの基本ステータスは典型的な配布オペレーターのものとなっており、一般的なオペレーターと比べると配置コストは2程度、再配置時間は10秒長くなっています。潜在強化による効果はコストマイナス1、再配置時間マイナス10秒、コストマイナス1、素質強化、コストマイナス1となっており、こちらも典型的な配布オペレーターの強化内容です。配布オペレーターは潜在を強化することで、特に配置コストと再配置時間が通常オペレーターとほぼ同じものになるというものとなっているので、イエラを使用するのであれば、潜在強化は必ずしておきましょう。HP や攻撃力などのステータスは、おおよそ早期術師のものに準じていますが、攻撃力の数値だけはかなり低い数値となっており、ドゥリーンよりも数値が低い、つまり、現状実装されている術師オペレーターの中では、最も低い数値です。しかし、単発火力の低さを 1.3 秒という短い攻撃間隔と、ドローンによって補っているので、他のオペレーターよりも極端に火力が出ないというわけではありません。イエラのステータスと他のオペレーターのステータスを比較した表が上記の通りとなっており、HP や防御力は同じタイプである貨車をわずかに上回った数値にはなっていますが、攻撃力は貨車よりも低めとなっており、全体的なステータスは貨車とほぼ同等。見方によっては貨車よりも低い性能になっていると言えます。そもそも術師という職業自体、防御力が基本的には横並びなので、そういった点で言えば、イエラのステータスは術師としては低い部類になると言えるかもしれません。イエラの素質は、昇進一時に習得する定義のみ。この素質の効果によりイエラは常時攻撃力が最大 13% され、さらに攻撃範囲内に地上マスが2マス以上あれば、効果はプラス 19% に上昇します。なので、イエラの攻撃力は最大プラス67されることになるので、最終的なイエラの攻撃力は421となります。追加条件となる地上マスは、地上であれば活性原石マスや、
特殊戦術地点、回復エリア、草むらなども対象となるので条件としてはかなり緩め。イエラをステージの端に向けて配置するなどしない限りは、ほとんどのステージで条件を満たすことができるでしょう。というよりイエラの攻撃力は、この素質による上昇量が前提の攻撃力になっていると言えるので、追加効果が発動できる環境に配置することが強く望まれます。スキル1、攻撃力強化ガンマは、スキル発動中、イエラの攻撃力を上昇させる、他のオペレーターも所持していることがある汎用スキル。他社も同系統のスキルを所持していますがあちらはベータなので、最終的な上昇率は、こちらの方が 20% 高くなっています。上昇率としては申し分がないスキルではありますが、攻撃力を強化する以外の効果は一切ないため、イエラでこのスキルを使用する必要があるかと聞かれればまずありません。そもそも、汎用スキル自体が配置コスト増加の突撃指令と支援指令、汎用スキルしか持たないオペレーターくらいしか使い道がありませんが、汎用スキルはここ最近は特にスキル欄の賑やかしにしかなっていないという印象です。スキル1の火力と他のオペレーターのスキル火力を比較した表が上記の通りで、さすがに他社よりかは火力は高くはなっていますが、逆に言うとそれくらいしかなく、口述するスキル2と比べると特徴が一切ないため、わざわざこのスキルを使ってイエラを使用する必要があるかはかなり疑問なところ、個人的にはないと思います。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、そもそも使うかどうかすら疑問というレベルなので、7で据え置いてしまっていいでしょう。スキル2、思うがままは、スキル発動中、ドローンを1個追加、攻撃力が上昇。自動索敵して攻撃するドローンを放出。つまり、一度攻撃範囲内で攻撃してしまえば、ドローンが攻撃している敵が倒れるか、スキルが終了するまで攻撃範囲外でもドローンが追いかけ続けるようになり、さらにイエラ自身の攻撃とドローンの攻撃は一定確率で敵に関連効果を付与するというスキル。ドローンの数は元の1個にさらに1個追加される形となり、自身の攻撃も合わさるため、実質1回の行動で3回の攻撃となります。イエラが付与する慣例も他のオペレーターが付与する慣例と同じく凍結まで派生させることが可能。特化3であれば敵に慣例を付与する確率は 22% となるので、1回の行動、つまり3回攻撃で慣例を付与できる確率は約 53%、凍結まで派生する確率は約 12% となります。慣例は 2.5 秒間継続するため、慣例状態の敵を最大6回攻撃することが可能で、その際、敵が凍結する確率は約 40% となります。スキルサイクル中、12% 程度の時間が敵を凍結させることが可能という割合となっており、この割合は他の凍結を操るオペレーターであるオーロラはおおよそ 26%、ノーシスに至っては 25% から 71% となっているので、イエラ単体での凍結付与の性能としては高いと言えるものにはなっていません。なので、スキル2を使用する際のイエラの基本的な戦術方法としては、イエラ単体で慣例を全て賄うというよりも、ノーシスやオーロラといった他の慣例を付与できるオペレーターのサポート、またはイエラがサポートしてもらうという形が適しています。自己完結してしまっているノーシスはともかくとして、凍結状態をある程度は自身で付与できるものの、全ての攻撃で付与できるわけではないオーロラとは、比較的相性が良いと言えるでしょう。スキル2の火力と他のオペレーターの火力を比較した表が上記の通り、単発火力はスキル1のように攻撃力が大きく上昇するわけではないため低くはなっていますが、ドローンの数が1個追加されているので、その分手数が多くなり、合計ダメージやスキル DPS などは上昇しています。とはいえ、イエラ自身は凍結を敵に付与しない限りは、敵の術耐性を低下させるといった効果を持ち合わせてはいないので、この点から見ても、スキルには火力に焦点を当てているというよりかは、ドローンを追加しての慣例効果付与の確率を上げた結果、副次的に火力も上がっているというイメージ。ただ、火力は低すぎるというわけではないので、火力役としても一定の働きを見せてくれますし、ドローンの数が増えているということは、火力強化系のバフスキルの効果の恩恵をさらに受けられるという意味でもあります。手数系のオペレーターはダクシンスカジのような固定値加算バフのオペレーターと相性がいいので、そういったオペレーターと組み合わせるのもいいでしょう。スキルには慣例と凍結を主軸にしたスキルではありますが、慣例を付与する確率は高いとは言えないので、オーロラやノーシスといった他に慣例を付与できるオペレーターと組み合わせると良さで、基本的には火力もある程度あり、凍結もある程度付与できるスキルという認識でいいかもしれません。
以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、慣例付与の確率が 2% 上昇する特化1を最もおすすめのスキルレベルとし、ついで7、特化3にすることをお勧めします。イエラの基地スキルは、どちらも応接室に関するものとなっており、1つ目は手がかり捜索速度を 10% 上昇させ、手がかり6が入手しやすくなるスキル。2つ目は入手した手がかりが手がかり6でなければ、次に入手する手がかりが6になる確率を上昇させるスキルとなっており、手がかり6をピンポイントで狙うスキル構成となっています。クーリエと組み合わせることで手がかり6を入手できる確率が通常時より大きく上昇することになるので、手がかり6が欲しい時に応接室に採用してみるといいでしょう。それではイエラを実際に使用していきます。今回使用するステージは MNEX4。イエラのステータスは昇進2のレベル80、スキル2のスキルレベルは特化3となります。今回は組み合わせとして相性がいい、ラクシンスカジと組み合わせてみます。敵への情けは無用よね。皆を助けに行きましょうね。安心して、きっと大丈夫だから。スキル発動中は攻撃力が上昇、ドローンが1個追加、確率で目標に関連属性が付与されるようになります。凍結状態は空中の敵に対してでも作用するので、今回はドローンが空中で凍結。ドローンがステージ外に移動する前に撃破することができました。なお、ドローンはイエラの攻撃範囲外に出ても追尾し続けるので、確率の問題にはなってしまいますが、貨車のように足止めスキルとしても使用することができます。ラクシンスカジのスキル2が発動したため攻撃力が上昇。イエラは手数が多いので、他の術師以上にスキルの恩恵を受けることができるでしょう。あら、まだそう簡単には好みに近づけないわよ。皆を助けに行きましょう。そう簡単には好みに近づけないわよ。諦めるな。ようこそ。すぐに終わる。皆を助けに行きま。この角度から来ると思ってもいなかったでしょ。イエラは貨車以来となる早期術師オペレーターで、慣例と凍結を付与できるスキルを所持していることが特徴です。ただ、イエラだけでは相手に完璧に慣例と凍結を付与できるというわけではないので、オーロラやノーシスと組み合わせることが望ましい性能となっています。しかし、やはりスキルが発動している間しか慣例を付与できないというのは悩ましいところ。
それか、スキル発動中の寒冷付与の確率がもう少し高ければよかったのですが。各スキルの大まかな指標と特化優先順を紹介。とは言ってもスキル1を特化する必要はないので、基本的にはスキル2のみを特化させ、スキル2に関しても相手に寒冷を付与する確率が上昇する特化1までの強化で問題はありません。特化2以降は火力が少しでも欲しくなったという時が訪れてからでもいいでしょう。以上でイエラの紹介及び概説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるのでチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。外の天地は本当に広いわね、ドクター。でもね、私気づいたの。どこにいても人は変わらないみたい。イエラグで私が目にしてきた人の喜怒哀楽は外でも全く同じだわ。興味深いわよね。つまらなくもあるけど。